すごい。なんだかお祭りみたいなにぎわいだな。ああ、いけない。外に迎えが来てくれてるんだったっけ。改札は。困ったな。これじゃどの人が迎えかわからない。恭一郎くん、ここだよ。おじさん？やあ、恭一郎くん、驚いたかい？はい。おじさんがわざわざ迎えに来てくださるなんて思ってもいませんでした。当たり前じゃないか。柊家からの大切な預かり物なんだからね、君は。そんな、下宿させてもらえるだけでもありがたいのに。遠慮深いところは相変わらず。しかし見違えたよ。大きくなったな。おじさんと会うのは5年ぶりですからね。もうそんなになるか。君は幼い頃大病をして心配していたものだが、こんなに立派な青年になるとはね。嬉しいよ。これから大学卒業までお世話になります。ああ、堅苦しい挨拶は抜きだ。さあ、行こう。御所車みたいですね。なるほど、御所車か。まあ似たようなものだね。夜会や宮中へ上がる時のためにあつらえた馬車だから。そんな特別な馬車でどうして私を迎えに？実は今日夜会に招待されていてね。しかし家を出た途端気が変わってここへ来たのさ。大丈夫なんですか？なに、どうせ気が進まなかったんだ。甥っ子の出迎えの方がよほど楽しいよ。はあ、ですが。本当に気にしなくていい。今日の招待客は学者や芸術家ばかりでね。商談ができないのなら言っても仕方がない。
お仕事は順調ですか？ああ、どうにかね。先の大戦で勝ちを得てから国は軍需景気に沸いている。船も車も作るそばから売れて生産予定はいっぱいだ。また戦争が起きるのでしょうか？さあね、私には分からん。ただ明らかなのは一つ。日本が列強と伍していくためには力を蓄えるしかないということだ。近頃ヨーロッパでは労働者によるクーデター未遂が頻発している。革命によって政府が倒れた国もあるし、火種には事欠かぬ情勢と言えるだろうね。時代の流れなんでしょうか？残念ながらね。それで儲けている私が言ってはいけないのだろうが。国の勢いが増すのはいいことではある。ごらん、恭一郎君、帝都のにぎわいを。この繁栄は異国の人々の血であがなわれたものだ。天子様も軍部の台頭にはお心を痛めておられる。今や御前会議とは名ばかりで、帝国陸軍があらかじめ描いた絵図面通りにことが決まるそうだからね。天使様ってもしかしておじさん、お上の拝謁を賜ったんですか？いや、誤解を招く言い方をしてしまったね。正確には闇がちであらせられる金城様に代わって摂政をお務めになっている東宮様のことだよ。はあ、そうだったんですね。びっくりしました。東宮様、いえ、天使様のお年は確か。まだたったの13歳だ。しかし母宮であらせられる皇后陛下のご薫陶か、すでにして英明の器を備えておられて。おっと、こんなことを軽々に口にしては
不敬のそしりを免れないね。かくいう私も宮中晩餐会の末席から拝謁しただけさ。それでも大変な名誉です。私には一生望めそうもありません。長節にはパレードがある。その時天子様と皇后陛下を遠目に仰ぐことができるから拝観するといい。それはぜひ。いずれお上となられるお方だ。しっかり目に焼き付けて臣民の務めを果たすべく励みにしなさい。